こんにちは、イラストレーターのネグです。こちらは私が初めて絵を描き始めた時のイラストです。可愛らしいですよね。はい。これを描いた時は私がまだ大学4年生の頃でした。そしてこちらが1年後の作品になります。いい感じに成長してますね。本動画ではこの1年間で私が何を勉強したかということを語っていこうと思います。それではよろしくお願いいたします。まず私がずっと持っている絵の上達方法についてです。こちらの動画でお話ししたように課題を見つけて次に何を勉強するかを考えることです。そしてその勉強を生かした作品を作る。これの繰り返しです。描きたいものを描き続けるだけではなく、今の自分に必要なものを探して絵を描くのが大切ですね。こちらは私が新しいイラスト講座で制作した勉強年表です。コロソさんから許可を得て一部を使用させていただきます。本動画ではこれに沿ってどんな勉強をしていたかっていうのを見ていこうと思います。講座本編では年表の全てを公開してます。またフォロワー様から募集したイラストを軸に制作しており、次に何を勉強したらいいか悩むという人向けのイラスト講座です。それでは見ていきましょう。私が絵を描き始めた時期ですね。この時期は次に何の知識を取り入れるかっていうことを課題にしていたわけではありません。そもそも上達方法なんか意識していませんでした。ひたすら写真や本、ゲームの模写を繰り返して観察力を上げることを目標にしていました。主に参考にしていた本はモルフォ人体デッサンです。スケッチブックにその模写をしまくっていました。解剖学的な面で勉強していたわけではないんですけれども、人体描写に少し慣れることができました。また背景描写は好きなゲームやイラストレーターさんの作品を見ながら真似をしてイラスト制作をしていました。ただ模写を頑張っていたわけではなくて、それと同じぐらいイラスト制作も行ってました。知識をつける前に基礎の練習をできたのはいいことでした。2017年11月を見てみましょう。好きな作品たちの影響で光や色に興味を持ちました。これで次に勉強すべきことの方向性が定まりました。また、上手い人のイラストからスポイトで色を取って調べるということを覚えました。こんな色今まで使ったことないっていう発見があります。些細なことなんですが、このような新たな発見は直接的に上達につながると思ってます。また空気遠近法もなんとなく挑戦してみるんですが、正確な知識があったわけではありません。必要以上にぼかして描写をやってしまってます。ですが、このように新しい挑戦をしておくことで、いざ空気遠近法をしっかり学んだ時により納得できるようになると思ってます。2018年1月です。購入したカラー&ライトという本に書いてあることを少しずつ試していきます。こちらのイラストでは光の距離減衰を試しました。これがきっかけで新しいことを学んでそれを実践したイラストを作るということを習慣化します。学んで終わるのではなくて、それを実践することで上達できました。また背景も頑張って描いているんですが、アイレベルや消失点を理解しているかはちょっと怪しいですね。でも見よう見まねで挑戦していることは偉いですね。そしてもちろんこの時もクロッキーは欠かさずに行っています。この辺りから本を読んで知識を吸収し始めるのですが、それはここまでの模写などの基礎練習があったからこそですね。そして翌月ですね。背景イラストだけではなく人物イラストも描いています。というよりは卒業論文を制作していたので、背景のあるイラストを描く時間がなかったんだと思います。この辺りからルーミス先生の本でも人体を勉強し始めていたはずです。このように私の場合はある分野が少し成長したら次の分野を成長させるという勉強スタイルです。何か一つを極めるまで勉強し続けるということはあまりしませんでした。そしてこの時点でスコット・ロバートソンの How to Draw を購入していましたが、そこまで勉強する余裕がなくてあまり使えていませんでした。透視図法よりも人体と光を優先的に学びたいと考えていました。
このように次に何を勉強すべきかという課題を設定しましょう。そして3月です。カラー&ライトなどから空気遠近法を学びます。これは非常に重要でした。背景を描写するにあたって透視図法をしっかり学んで遠近感を出すよりもこちらの方が簡単に実践しやすいです。なのでモチベーションも維持しやすかったですね。またコントラストで遠近感を作るためそのコントラストを使った視線誘導というものも意識し始めました。背景のある絵を描きたい人は優先的に空気遠近法を学ぶべきだなと感じました。そして背景に写真素材を使うことにも挑戦しています。オーバーレイを使い始め、今までと色使いに違いが見えます。こちらのような人物イラストも制作していました。花を描くときは花の資料を見て、髪の毛を描くときは髪の資料を見る。そして角を描くときは動物の角を見るというように何かを見ながら描くということが身についています。そして翌月です。カラー&ライトから反射光を学び、それを実践したイラストを制作します。また、先月学んだ光のコントラストによる視線誘導というものにも慣れ始めました。後ろに強い光を置くことで人物が強調されています。このように一つずつできることを増やしていくのが上達につながりました。絵の上達方法が分かって絵を描くことが楽しくなってきました。しかし、ディティールのある背景を描けないという苦手意識は解決できずにいました。ちなみにこの時はブラッドボーンのアートブックに影響されて、フロムソフトウェアの作品を見ながら絵を描いていたはずです。2018年5月、今井貴弘先生の顔の描き方に憧れて研究しだします。やはり何かを見ながら描くと技術の上達につながります。何も見ずに描くと自分の脳内で完結してしまうので新たな発見がありません。とにかく発見を見つけましょう。そして今回も人物の後ろに光を描くことで視線誘導を試みています。繰り返すことで連度が上がってきました。背景に関してはまだ透視図法を勉強していません。なのでできるだけ透視図法の知識がなくても描けるような絵を作っています。次の課題は透視図法に挑戦することですね。そしてここでようやくスコット・ロバートソンの本を使って透視図法を勉強し始めます。最も基礎的な I レベル、小質点から学んで一点透視図法でイラストを制作します。それに伴って俯瞰的なアングルで見る人体描写にも挑戦し始めました。今までは横から見た人物しか描いてきませんでしたね。基礎練習も新しいことに挑戦し始めます。スコット・ロバートソンの本に従ってスケッチブックに立体物の描写練習をしていました。当然クロッキーも並行して続けています。そして7月です。多分この時期から絵に集中するために大学院を休学しています。ここで学んだ知識をフル活用した絵を制作します。学んだ知識というのは空気遠近法とか、コントラストでの視線誘導とか、水面の反射光とか立体物の描写などですね。復習を行うことで培った技術をより手になじませることができます。さらに初めての挑戦として手前に描いた草花をぼかすということをやっています。復習と挑戦を同時に行っていますね。些細なことでいいのでイラストを描くたびにやったことのないことに挑戦できるといいですね。ちなみにこの時は吉水先生の背景技法書を購入して参考にしていました。そして8月です。今までで一番時間をかけた集大成となるイラストを作ります。多分3週間ぐらい時間がかかったと思います。一応2点透視図法に挑戦してはいますが、おそらく完全には理解していないはずです。写真素材と左右対称を効果的に使って苦手としているディティールのある背景に挑戦しています。今までやってこなかった髪の毛の逆光の描写にも挑戦していますね。これもカラー&ライトから学んでいます。顔の塗り方も今井貴弘先生の絵から勉強しているのが丸分かりですね。
参考資料を見ながら試行錯誤を繰り返して色を塗っていました。そして写真素材の使い方を学んだのはスピードペインティングの極意という本です。教会の写真を上下反転して使用して、その後アレンジを加えています。ちなみに当時は iPad ではなく板タブレットを使用していました。ここから先は新しい講座クラスプラスで公開となっております。以上が私が最初の1年間で勉強していた内容です。常に新しい課題に挑戦しながら、それを実現するための基礎練習を行っていました。課題の発見プラス基礎練習、これが全てでした。私が最初に影響されたのはドラゴンズクラウンというゲームです。美しい塗り方や背景に憧れていたので、光や遠近法を優先的に勉強する必要がありました。なので、動きのある体の描き方や光の表情の練習は優先しておりません。逆に、キャラクターイラストを描きたい人は優先すべき内容ですけれども、私にとっては優先度の低いものでした。なんならようやく最近練習しだしましたね。今でも成長しようと思っています。このように人によって勉強内容の優先度は違います。自分がどんな絵を描きたいかを見つめ直して、どんな課題を見つければいいか再確認しましょう。そしてこの動画がもしその勉強に役立ったんなら嬉しく思います。それではご視聴ありがとうございました。